エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は Apple Pencil で使える金属製のペン先をレビューします。金属製のペン先はいろんなメーカーが出していますが、今回はネットで特に評価が高かったメコのペン先を購入してみました。Apple Pencil に最初からついているペン先はプラスチック製なので、使っていると徐々にペン先がすり減ってしまい、定期的に交換しないといけないのですが、このペン先は金属製ですり減りにくく、かなり長持ちするらしいので、これで書き心地が良ければ最強のペン先なのではというわけで、実際に純正のペン先と書き比べてみて、書き心地や耐久性などを詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。箱の中にペン先が4つ入っています。見た目は純正のペン先と似ていますが、先端に細長い金属製の芯が刺さっています。この芯はチタン合金でできていて、純正のペン先よりも摩耗しにくく、なんと純正のペン先の約30本分の耐久性があるそうです。さらにペン先の太さが 0.72mm と純正のペン先よりも細いので、書いた線がペン先で隠れにくく、絵が描きやすくなりそうです。この製品は Apple Pencil 第1世代と第2世代の両方で使えます。取り付け方は純正のペン先と同じで、まず Apple Pencil のペン先を反時計回りに回して取り外して、次にメコの金属製ペン先を時計回りに回して取り付けます。実際に取り付けるとこんな感じです。作りがしっかりしていて、歪んだり傾いたりはしていないと思います。古い Apple Pencil の第1世代にもちゃんと取り付けられました。試しに Apple Pencil とそっくりな他社製のペンにも取り付けようとしてみましたが、サイズが微妙に違っていて付けることができませんでした。このペン先を使う時の注意点ですが、金属製のペン先を使う時は画面が傷つかないように iPad の画面に必ず丈夫な保護フィルムを貼った状態で使うのをおすすめします。フィルムが薄すぎたり、フィルムを貼らずに書くと金属製のペン先が硬すぎて画面が傷つくかもしれないのでご注意ください。今回はこのような着脱式のペーパーライクフィルムと一緒に使ってみます。それでは実際に書いてみたいと思います。直線を引いたり、ペンを素早く動かしてみます。おー、書き心地が純正のペンとかなり違いますね。純正のペン先はペーパーライクフィルムに書くと鉛筆っぽいサラサラした書き心地なのですが、金属のペン先はカツカツしたボールペンっぽい感じです。ペン先がツルツルしているので、ペーパーライクフィルムで純正ペン先を使った時の鉛筆っぽいサラサラした書き味が好きな人は少し違和感があるかもしれません。ペンの反応は良くて、筆圧感知や傾き検知は問題なさそうですが、書き心地は個人的に純正ペン先の方が好みです。ただ、純正のペン先はプラスチック製なので、ペーパーライクフィルムと一緒に使うとすぐにペン先が削れてしまうのですが、金属の方はペン先がほとんど削れていないので結構長持ちしそうです。ペン先でフィルムが傷ついている感じもなく、音も静かなので静かに集中して作業したい人には良さそうです。ただ、純正のペン先よりもツルツル滑りやすいので、筆圧が強めの人は線が少しブレやすいかもしれません。次はペン先と線がずれて見えないか示唆をチェックしてみます。普通に線を引くとちゃんとペン先から線が描かれているように見えますが、ペンを傾けると線がペン先よりも少し右にずれて描かれるように見える気がします。純正のペン先はペンを傾けてもちゃんとペンの画面に当たっている部分の下に線が引かれているように見えるのですが、金属のペン先はペンを傾けた時に画面に当たっていないところから線が引かれているように見えて少し違和感があります。違いが分かりやすいように同じ角度で撮影した映像を並べてみます。左側が純正のペン先で、右側が金属のペン先の映像ですが、純正のペン先はペンを傾けても線がペン先の下に引かれているように見えるのに、金属のペン先はペンを傾けると線がペン先の右にずれて見えます。ペンを素早く動かしたり、ペンをあまり傾けずに書いているときは、
ちゃんとペン先から線が引かれているように見えるのですが、ペンの角度によってペン先と線がずれて見える場合があるのが、人によっては書きづらく感じるかもしれません。あと iPad はこのようなスタンドに置いて角度をつけて書いた方が首や肩が痛くなりにくく楽なのですが、ペン先と線のずれ具合は画面を見下ろす角度でも変わるので、人によってペン先のずれが気になる人とそこまで気にならない人がいるかもしれません。というわけで、ペンの書き心地は個人的に純正の方が違和感が少ないかなと思います。多分 Apple が純正のペン先で書きやすいように iPad の動作を調整していると思うので、Apple Pencil に他社製のペン先をつけてペン先の大きさが微妙に変わってしまうと、ペンを傾けたりした時に違うところから線が引かれるように見えてしまうのかなと思います。なので純正のペン先に慣れている人がこのペン先を使うのは少し慣れが必要かもしれません。ただ純正のペン先は書き心地がいい代わりにペーパーライクフィルムで使うとすぐにすり減ってしまうので、この製品を見かけた時は書きやすくて丈夫な最強のペン先なのではと期待していたのですが、実際に使ってみるとペンを傾けた時の線の書かれ方に個人的に違和感があったり、ペン先の金属がツルツルしていてペーパーライクフィルムのサラサラした書き心地の良さも減ってしまうので、丈夫で長持ちな代わりに書き心地は少し落ちる印象です。これまでいろいろなペン先をレビューしてきましたが、書き心地と耐久性を両立しているものがなかなかなくて、結局純正のペン先に戻ってしまったのですが、最近純正ペン先の価格が1つ700円くらいまで値上がってしまったので、丈夫で長持ちなのはかなり魅力的です。ただこのペン先でもペンを素早く動かしたり広い範囲を塗るときなどはペン先とカーソルが少しくらいずれていても気にならないので、慣れればあまり気にならないかもしれません。あと純正のペン先は太すぎて画面に描いた線が隠れてしまうので、線を書き足したり線と線をつなぐときに一発で綺麗につなげないことがありますが、金属のペン先は先が細いおかげで線がペン先に隠れにくく見やすくなって、線の長さを延長したり線と線をきれいにつないだりするのは純正のペン先よりもやりやすいと思います。試しに文字も書いてみましたが、小さい文字や画数の多い漢字など書くものによっては金属のペン先の方が書きやすい場合もありそうです。しばらく使ってみましたが、金属製で丈夫なおかげでペーパーライクフィルムで使ってもペン先がほとんど削れていないのがすごいです。純正のペン先はペーパーライクフィルムと一緒に使うとペン先がすり減って形が変わってしまい、しばらく使っていると書き心地が落ちてしまったり、そのまま交換せずに使っているとペン先のセンサーが露出してペンが壊れたり画面を傷つける恐れがあるので、その辺を気にしながら使わないといけないのですが、金属のペン先はペン先の消耗を気にせずに使えるので、たくさん絵を描きたい人にはいいかもしれません。価格も純正のペン先よりかなり安くて、純正のペン先が1つ700円くらいして高いのですが、この製品は1つ400円くらいで買えるし、純正よりも丈夫で長持ちなのでコスパは高いと思います。ペンを傾けるとペン先と線がずれて見える場合があったり、ペーパーライクフィルムのサラサラした書き心地が半減してしまうので、純正のペン先の書き心地が好きな人は好みが分かれそうですが、丈夫で長持ちというメリットもあるので、少しくらい書き心地が落ちてもいいので、ペン先の消耗を気にせずに使いたい人やたくさん絵の練習をしたい人にはなかなかコスパが高い製品だと思います。よかったら参考にしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の説明欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。